何の変哲もない簡易郵便局。その裏の階段を下ると、そこには、こんにちは、田舎です。京成筑豊鉄道のバス転換が報道されてしばらく経ちますが、この路線はかつて筑豊炭田の石炭輸送のために敷設されたものです。日本ではかつて主に北海道と九州で石炭採掘が盛んに行われていました。それに伴い平成筑豊鉄道のように多くの路線が石炭輸送のために敷設されましたが、石炭産業が社用化し、そのほとんどは廃止されてしまいました。というわけで今回は廃線シリーズとして今話題の平成筑豊鉄道ではなく卍線跡をご紹介いたします。実は平成筑豊鉄道は未探訪です。このチャンネルでは鉄道や廃線、離島などの動画を金曜夜に不定期に投稿していますので、チャンネル登録、いいね、コメントいただけますと嬉しいです。それでは行ってみましょう。卍線と聞いてもすぐにピンとくる人は多くはないかもしれません。私も同じ炭鉱路線の留萌鉄道や歌志内線は知っていましたが、卍線を知ったのはそれから結構後になります。卍線は室蘭本線の渋駅から卍丹山駅までを結んでいた路線で、1914年に開業しました。沿線の炭鉱から石炭を輸送するために敷設され、1976年に卍炭鉱が閉山した後もしばらく運行を続けていましたが、第一次特定地方交通線となり、1985年に全線廃止となりました。渋駅を除くと上渋駅、旭駅、ミルト駅、卍駅、卍丹山駅の5駅があり、わずか 23.8km ほどの盲腸線でした。私は2021年に廃線跡巡りを実施。まずは起点の渋駅から見てみましょう。現在も室蘭本線の駅として現役で駅前は市街地です。こちらは1976年の航空写真です。一応市街地は形成されていますがこじんまりしています。卍線は川の手前からカーブを描いて室蘭本線と合流していました。方向転換せず直接岩見沢方面へ行けるようにした努力が見て取れますね。そしてこちらは現在の様子。50年前と比べて市街地が大きくなっています。卍線のカーブもまだ残っていますね。そんな渋駅ですが1日の乗車人員は2024年の統計で10人という少なさです。駅舎は1988年に建て替えられたものでこじんまりしています。駅舎内も狭くて少しのベンチがあるくらいです。こちらは2021年の時刻表です。廃線の議論にも上がっている室蘭本線の岩見沢から沼の畑区間ですが、一応1日7往復はあります。ちなみに卍線は廃止直前では5往復あったようです。こちらは運賃表。構内は広くかつてのにぎわいを感じます。ホームは2面2線。かつては2面4線だったそうです。卍線は撤去され駅舎が建てられた旧1番線から発着していたようです。ホームは跨線橋で結ばれています。跨線橋の中はこんな感じで比較的広めに感じました。近くの別の跨線橋から岩見沢方面を見るとこんな感じ。よく見ると側線があります。ちょうど列車がやってきました。こちらは苫小牧方面。数少ない利用者の方が降りていきました。こちらは1番線の駅名標。こちらは2番線の駅名標です。秘境駅ではありませんが、利用者数に見合わない広い構内が
かつてのにぎわいを感じさせる良い駅でした。さて、前置きが長くなってしまいましたが、ここからが卍線跡のご紹介です。渋駅から約 6.6km 東に進んでいくと上渋駅ですが、なんと駅舎が残っています。周辺と同化して一瞬気づきませんでした。上渋駅は1914年卍線開業と同時に開業した駅で、この駅舎は1955年に建て替えられたものになります。トイレも残っていましたが利用することはできませんでした。駅前はこんな感じであまり駅前感はありません。石碑も残っていました。こちらは石碑の裏面です。駅舎も残っていて石碑も用意しているのはなかなか気前がいいですね。ホームがあったであろう場所から紫分方面をパシャリ。こちらは卍丹山方面です。駅前はスキー場で、かつては臨時列車も運行されていたようです。駅舎は廃止後コンパクトに減築されて、スキー場の施設の一つとして使われていたようです。続いて航空写真を見てみましょう。こちらは1976年の航空写真です。この頃から駅前にあまり駅前感がありませんね。1981年の1日の乗降客数は10人でした。減築される前の駅舎が見えます。そしてこちらが現在の様子。全体的に建物が減っていますね。東側にあった中学校もセイコーマートになってしまっています。駅前のバスはそれなりに本数があります。駅舎が残っているとはいえ結構ガタが来ていそうなので、早めのご訪問をおすすめします。続いてはお隣の旭駅です。こちらも駅舎が残っていて、しかも上渋駅よりも管理状況が良いです。旭駅は卍線の開業から遅れること5年。1919年に開業いたしました。こちらは1962年の航空写真です。道路が変わってしまっていて分かりづらいですが、川の位置から察するに駅舎はこの辺りでしょうか。駅の後ろに見えるのは旭炭鉱です。炭鉱街らしく団地が形成されています。1981年の1日の乗降客数は10人でした。そしてこちらが現在の様子。さすがに炭鉱の設備は森に帰していますが、かつて炭鉱で栄えた町の割には建物が多く残っておりにぎわいを感じます。駅は少し旧道に入ったところにあるので見逃し注意です。構内は交通公園になっていました。上渋駅同様石碑がありました。こちらは石碑の裏側です。蒸気機関車が保存されていました。警報器もありました。現役当時の駅名標が錆びた状態で残っていたようですが、可愛らしいフォントのものに新調されていました。現役当時からのホームも残っています。車止めと動輪も置かれていました。駅舎は日本遺産に認定されているので、いきなりなくなったりはしなさそうですね。続いてはミルト駅です。ミルト駅は1914年、卍線開業と同時に開業しました。こちらは1976年の航空写真です。これまでの駅と比べると周辺はかなり栄えています。実際卍線の中で一番利用者が多く、1981年の1日の乗降客数は83人でした。またこの時点では廃止されていますが、かつては北西炭鉱ミルト港専用鉄道が分岐していました。そしてこちらが現在の様子。かなり建物が減ってしまいました。とはいえ現地に行ってみるとやはりかつてのにぎわいは感じます。残念ながら駅舎は残っておらず、
駅跡は交通センターとして整備されました。こちらの交通センターには卍線の資料室があったのですが、当日は閉まっており、その年の11月に閉鎖されてしまいました。また少し離れたところに資料館もあったのですが、こちらも当日は雪害の影響で休館中で、後に閉鎖されました。ただこれらの資料は後に、旭駅近くのコミュニティセンターへ移設されたようです。駅構内は公園になっており、少しだけ鉄道に関するモニュメントが残されています。こちらは車止めですね。こちらは石碑です。上渋駅や旭駅の元と意匠が異なりました。こちらは卍丹山方面。こちらは士分方面です。やはり駅舎やホームが残っていないと、なかなか見どころはありませんね。さてお隣は卍駅ですが、飛ばして終点の卍丹山駅に向かいたいと思います。卍駅から卍丹山駅に向かう間に、卍線の橋梁が残っていました。卍丹山駅は1914年、卍線開業と同時に貨物駅として開業し、1924年には旅客の取り扱いを開始しました。こちらは1976年の航空写真です。閉山前後なのでだいぶ廃れてきています。駅前はまだ建物が残っているものの北側は団地が更地になっています。これはだいぶ予後が悪そうな気がしてきました。閉山から5年経った1981年の1日の乗降客数は6人でした。そして現在の様子は、わずかに建物が残っていますが、多くの平地が森に飲まれています。特に歴跡と炭鉱跡は森林公園として整備されています。とはいえかつての卍地区の中心地ですので、バスセンターがありました。バスセンターの中には少しだけ展示がありました。今は亡きミルト駅舎や、改築前の上渋駅に、卍丹山駅舎も見ることができました。どれも石炭輸送で構内が広いですね。近くには踏切の警報器も保存されていました。ミルト駅と同様の石碑も駅から離れたこちらにあったようですが、2012年頃雪害で損壊。それから約13年後に歴跡近くに新設されたみたいです。栗沢駅の無料バスが1日2本運行されていましたが、この1年後の2022年に廃止されてしまったようです。さて駅跡に戻りましょう。駅舎は廃止後個人宅として2013年頃まで残っていたみたいですが、今は基礎だけになってしまいました。横には貨物ホームも残っていました。旅客ホームは駅舎から少し離れたところにありました。今は広場になっていますが、かつては側線がたくさんあったようです。移行はわずかですが、ハイホームや先ほどの廃墟は見どころです。さて最後は後回しにした卍駅です。卍線の中ではここが一番配鉄的に推しなポイントです。こちらは1976年の航空写真です。こじんまりしていますが建物は多いですね。この時点でホームは一面一線でしたが、ターンテーブル跡があることや基地の大きさから、かつては広い構内を持っていたようです。1981年の1日の乗降客数は16人でした。しかしながら卍丹山駅の悲惨さを見ると、ここもなかなか予後が悪そうです。そんな卍駅の現在の様子は、ほとんど建物が残っていませんね。もともと卍丹山駅周辺の方が栄えていたとはいえ、ここまで廃れるとは。駅前を通ると悲壮感が伝わってきます。
そんなかつての万治駅前ですが、簡易郵便局があります。なんとこの簡易郵便局の建屋がかつての万治駅の駅舎です。裏手に回ってみると階段がありました。こちらも万治駅現役時代から使われていたホームにつながる階段です。降りてみましょう。なんとホームが残っていました。万治線で旅客ホームが残っているのはここと旭駅だけです。大きな空き地がかつての賑わいを想起させますね。こちらは士分方面。こちらは万治丹山方面です。下から駅舎をパシャリ。見ると駅同様石碑がありました。ホームも階段も傷みは見られるものの、すぐに壊れるという感じではなさそうです。ただ駅舎は万治簡易郵便局が廃局になるとどうなるかわからないので、早めのご訪問をおすすめします。いかがでしたでしょうか。万治線は短い路線ですが遺構が多く残っていることに加え、幌内線や夕張線跡とセットで訪問しやすくおすすめです。いつもは2駅ほどを1本の動画にまとめていましたが、今回は路線全部の駅を1本の動画で投稿するという初めての試みでしたので、至らぬ点も多いかと思いますが、ここまでご覧いただきましてありがとうございました。あと、もともと動画用に写真を撮っていなかったのと、自分でもあまり気にしていなかったのですが、廃線跡はそんなに写真をパシャパシャ撮っていないみたいで、素材が少なく思ったより短い動画になってしまいました。試行錯誤を続けながら最適なスタイルを見つけていきたいと思いますので、これからも引き続きよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。